皆さんこんにちは。菊の丸ガレージにようこそ。そして2026年正月にご覧いただいている皆様、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。で、26年の一番最初の動画をアバルト500からお届けしています。で、今日はこのアバルト500についてのお話になります。で、このアバルトは、ちょうど1年と半年前、ヤフオクで物も見ずに買ったアバルトなんですけども、すこぶる調子がいいです。どこも故障しないし、故障の気配もないので、非常にいい車に当たったなっていうふうには思っています。で、今日お話しするのはこの1年と半年乗ってて少し驚いたことについて、3つぐらいかな、3点ぐらいお話をさせていただこうと思っています。最初にお話しするのが燃費についてお話をしたいと思います。これ 1400cc のターボなんですけども、非常に燃費がいいんですよ。これはもう最初に驚きました。最近の車って必ずコンピューターで平均燃費が出たり、走行距離とか走行時間とかいろんなデータ出るじゃないですか。で、この車にもそれがついてて、それを見るとですね、燃費がいいに気づいたんです。で、私の場合この平均燃費が出る車に乗ると、どうしてもその平均燃費を上げたいという習性があって、それがついてるとですね、どうしても燃費運転をしてしまう傾向があるんです。で、その時にふと思ったのが、果たしてこのコンピューターの平均燃費ってどのぐらい正しいんだろうと。例えばドイツ車ならばかなり正確じゃないんかなって思うんです、個人的に。じゃないとドイツ人のことだから、あまりいい加減な数字を出すとなんか訴えられそうじゃないですか。それに対してイタリア人って多分もっとおおらかな気がして、多少多めの数字が出たとしても、多めの数字が出る方がみんなハッピーなんで、これをね実際に測ってみようと思って、私1年と半年の間全てこまめにノートにつけました。暇でしょ。結構ね、数字を見たり分析したりするのは好きなんですよ。ただ数字は覚えられるかっていうと全く覚えられないんですけども、そういう数字分析したりするのが好きなんで、ちょっと試しにやってみました。で、それが1年と半年も続いたんですけども、走った距離と入れたガソリン、それから弾き出す方法ですよね。走行距離割る、入れたガソリンで平均燃費、この 1年6ヶ月の平均燃費が 17.5 キロなんですよ。かなり優秀だと思いませんか。で、それに対してこのコンピューターの出てきた数字の平均が 18.7 なんです。1.2 の差はあるとはいえ、思ってたより差がないなと。正確じゃんと。このコンピューターの数字も多少多めに出るっていうのは予想してたので、意外といい数字やなと思ってました。特にね、5月6月かな、このコンピューター上の数字で20キロ超えてるんですよ。いや、まさかねこんなにいい数字を叩き出すと思ってなかったんですけども、それにも驚きました。で、ただ多少ねこれからくりがあって、その燃費っていうのは走行条件でめちゃくちゃ変わると思うんですよ。で、特にこのアバルトっていうのは走り方次第でその燃費っていうのがめちゃくちゃ変わるなっていうのを実感してます。で、私の場合は、燃費運転をしてますので、燃費を良くするために、例えばその朝通勤に毎日使っている車ですけども、朝は渋滞の始まる前、早朝の時間帯に通勤します。ですから車の交通量少ないんでスイスイ走れるので、それでだいぶ燃費がいいんですよ。で、ただね、アバルトに乗っててその燃費ばっかり気にして運転するってほんとバカみたいじゃないですか。だったらアバルト買う必要ないでしょって話になるんで、その通勤途中に実はすごくいい道があって、2車線の道路で、前の車抜けるところなんですけども、で、おまけに結構な勾配と結構なカーブなんです。だから一般の車っていうのは苦手とするようなところですけども、これはもう大の好物なんで、得意なところなんで、そこになると能力を一部解放してあります。で、実はね、つい先日もいつものようにその朝から気持ちよくその道を走ってたんです。で、普通の車ならこのスピードならちょっと追いつけないぞっていう風な感じのスピードで走ってて、でちょっと後ろバックミラーを見るとですね、
遠く離れてなんか速そうな車が来てるなと思ったんで、まあちょっとスピードを上げて、で結構なスピードなんで前に集中して、でこうハンってしてたんですけど、でコーナリングの途中、そのきついコーナーですね、コーナリングの途中にふっとこう横に車に並ばれたんですよ。びっくりしましたね、あの時は。と思って、でそのままスーッと抜いていったんですよ。いや普通ね、そのスピードで、追いついてくる車はあるでしょうけど、ふっと横に並んでそのまま抜いていくって、ちょっと私の中ではすんごい衝撃で、抜かれた車が何かというと、トヨタのプロボックスです。ごめんなさい、アバルトに乗っててプロボックスに置いてけぼりにされるってどういうことやねんと言われるかもしれませんが、いやほんと速いんですよ。ちょっと衝撃的なぐらい速いです。あのコーナーをあのスピードで抜けていくってちょっとありえんです。で大体ね、朝すれ違う車っていうか、よく見る車っていうのは結構同じ時間帯に同じ車が走ってるんですよね。でそのプロボックスも以前何回か速いプロボックスがいるなっていうのは薄々感じてたんですよ。でもまさかね、こんなに速いと思わなくて、で多分この先の工事現場、道路の工事現場があるので、そこの方なんだろうなと思ったら、案の定で私がついていったら、そこの工事現場にスッと入っていったんで、すごい、もう朝早くから日の昇る前から高速で出勤して、道路の建設に当たる。これはね、その労働者の鏡じゃないかなと私は思いました。でちょっと話はそれましたですね。そういうふうに大体燃費運転をしてるんです。でもう一つ燃費運転するのに、信号が青から赤に変わった時に、ニュートラルに入れて、これ5速のミッションなので、ミッションという言い方をすると怒られるんですよ。見てね、ミッションって連呼してるな。ミッションって何やねんな。オートマチックトランスミッションでしょ。何が言いたいのみたいなことをね、批判されたんですけども、これ調べてみると、関西の方の私ぐらいの世代は、私もそうですけども、もう免許取ったとこからマニュアルミッションのことを略してミッションって言うんですよ。これはね、文化だと思っていただいて、でこれさっきも私ミッションって言っても、これはマニュアルトランスミッションのことですから、それに対する批判はですね、ぜひお控えていただきたいなというふうに思います。で、トランスミッションマニュアルなので、惰性で走ることがあります。でただ心がけているのは、後ろに車がいない時、絶対に車が追いつかれることがない時に惰性で走ります。でこれね、このアバルトに乗ってる方は一度試してみてください。これ惰性で走るとスピードが落ちずに結構走れるんですよ。これがね、なんでかなと思うんですけども、なんかね、タイヤが細いから転がり抵抗が少ないとか、ベアリングの、抵抗が少ないとか、なんかそういう理由なんかよく分かりませんが、とにかくよく走るんですよ。でさっきも言ったように、朝ね、よく似た車に、よく見かける車に合うんですよ。でその中でレクサスの RC っていうのよ時々合うんですけども、どうもね、この車も信号の手前で惰性で走ってるんですよ。レクサスの RC に乗ってて燃費運転って何やねんなと。でハイブリッドかどうか分かりませんが、ハイブリッドだとめちゃくちゃ燃費いいじゃないですか。でそのレクサスでどうなのっていう思いはあるんですけども、っていうかそれもね、あんまり人のこと言えません。アバルトに乗ってて燃費運転するってどういうことやねんなっていう話になりますので、この辺は、批判してはいけないことと思うんですけど、で前を走ってると後ろに車がいても関係なくニュートラルに入れて減速するんですよ。ダーッと惰性で。だから私も同じように、絶対するの分かってるんで、遠く離れててもこうニュートラルに入れるんです。もうその RC が走ってる時は。そうするとね、ずーっと私はニュートラルでピューッと走ってて、私の後ろ車いませんよ、当然。そういうシチュエーションでは絶対しないんで。でそれであとですね、追いついちゃうんですよ、 RC に。ですからこの車ってね、やっぱりなんかな、塊感があって、いろんな
抵抗が少ないんか知らないですけども、とにかくよく走ってくれるんですよ。でその辺もちょっと燃費にいいのかなと。やっぱり体重が重い方が多分惰性で走りやすいんでしょうけど、 RC の方が体重があるはずなんですよね。ですから私軽トラにも乗ってるんですけども、軽トラだとニュートラル入れても全然走ってくれません軽いですしね、あれはダメです。でこの車はね意外といいんです。一回皆さんお試しください。これが燃費がね重いの方がそれとね、もう一つ伝えていかんといかんのが、加速減速を繰り返してたり、アクセルをちょっと踏むとね途端に燃費悪くなります。特にね高速なんかも走っても100キロ、時速100キロぐらいまでだとそんなに燃費が悪いっていう感覚はないんですけども、これがね120ぐらいになると実体験としてかなりね燃費がね悪くなります。あんまりよく飲みません普通ヨーロッパの車、特に BM とかメルセデスとか高速を走るとすごく燃費良くなるじゃないですか。でこの車はね超高速で走るのは燃費が良くないです。あんまり得意じゃないです。でこれが、私が最初に思った意外と燃費がいいなっていうのが最初の驚きです。で次が、2つ目で、2つ目は何に驚いたかっていうと、驚いたというほどでもないんですけども、女子受けがいいんですよ。見た目可愛いじゃないですか。で私が言う女子っていうのは Z 世代みたいなこの若いお姉さんじゃないです。結構年をいった、なんだろう、私よりだいぶ年上のもう熟女の部類の方なんですけども、そういう方とかね、結構年いかれた方もこれを見ると可愛いっていう風に言ってくれます。言われてね悪い気はしないですね。でその可愛いだけっていうのだと分かるんですけど、実は私の、知り合いでアバルトに乗ってる方が3名もいらっしゃるんですよ。この田舎に住んでて非常に珍しいことだと思います。だって普段走っててアバルトに会うことまずないんですよ。なのに私の知ってる範囲の中で3人の方が乗ってて、うち1人は会社の、後輩に当たる方なんですけども、乗ってますって言われて、そうなんですねっていう話をしました。であと2人はね同僚と私の先輩の奥さんなんですよ。驚きです。で1人の奥さんはもうアバルトのエンジンがなくなるんで、これは買っとかなきゃっていうんで買ってるんですよ。でアバルト、それもミッションですね、マニュアルミッションに乗られてるんです。でもう1人の方もマニュアルが好きなんでアバルトに乗ってるんですよ。私の同僚とか先輩の奥さんなんで、そこそこ年齢いかれてますよ、失礼ですけどもでその方がアバルトに乗ってて、おまけにマニュアルに乗ってるっていう、これすごくないですかそういう車ってなかなかちょっとないんじゃないかなと思うんです。だからこの車って見た目に可愛いっていう女子受けもあるんですけども、コンパクトでキビキビ走るので、そういうのが好きな女性にも受けてるっていうことで、これちょっと驚きですね。色こそ真っ赤で見た目も可愛いんですけども、男っぽい硬派な車だと思ってたのに女子受けするにはちょっとびっくりしましたですね。もう一つ言っておきますと、お二人もアバルトにレコモンのマフラー入れてますこれにもちょっと驚きなんですけど、でただねでかいんですよ、このレコモンのマフラーの排気音って。だから一人の方は近所の方に、いやこれは元々からついてる純正のマフラーですって言って、なんか言い訳をして回ってるみたいですよ結構な音するんで。だから私も朝エンジンかけるときに周りに家が全くないような田舎なんで、これ気にならないですけども、朝早朝この車でエンジンかけて出ていくってやっぱりちょっと、気になる方は気になるのかなっていうぐらいの音量ですね。でそれが2つ。それと次が3つ目。これまずしょうもないお話ですけども、3つ目はね、アバルトのことは誰も知らない。これは実感したですね。だから車に何乗ってるのって言われて、アバルトだって何のことは多分誰も分かんないんですよ。フィアットですっていう説明をすると、聞いたことありますっていう方もいらっしゃるし、ちんぷんかんな方もいらっしゃいます。フィアットとアバルトが分かりづらいじゃないですか。いつも言ってる整備士の方に
アバルトって何って聞かれたことがあるんですよ。その人車好きですよ。86にも乗ってるし、ビートにも乗ってるし、車とかオートバイ複数所有してるのに、アバルトって何って聞かれた時は、そのぐらい世間の認知度って低いんだなって実感したですね。で、僕がよくアバルトと、フィアットの違いっていうのもついつい説明しちゃうんですけど、おばちゃんたちに対しても。で、トヨタとレクサスみたいな関係ですよっていう風な言い方してます。トヨタとレクサスって、まるっきり同じ車車種があって、内装とか豪華にしてるのがレクサスです。ですからお金も高いですっていう話もするんですけども、それとよく似た関係で、フィアットとアバルトっていうのは、フィアットが一般的な車で、アバルトっていうのはそれを少しこうスポーティーにした車。例えば馬力を上げたりとか、ターボをつけたりだとか、足回りを固めたりだとか、どっちかというとそのラグジュアリーにしたんじゃなくてスポーティーにした感じっていうふうには説明してます。で、普通に考えるとね、フィアットとアバルトなんかみんな分かるわけがないんですよね。もともとフィアットとアバルトって別の会社じゃないですか。で、それがある日統合されてフィアットになって、でそれがまたいつの間にかブランドを立ち上げて、フィアットとアバルトっていう風に分かれたという風になってるので、私の住んでる県なんかはフィアットとアバルト同じディーラーです。看板が2つ立ってるだけで全く同じディーラーなんですよ。だからレクサスとトヨタほど明確には分かれてないんですけどね。だからエンブレムが違うんで、一応別会社っていうことにはなるのかなと思うんです。3つ目としては、予想はしてた部分はあるんですけども、もう本当に誰も知らないなっていう実感しました。はい。以上がですね、こう乗ってて、驚いたっていうか、そうなんだっていう感じた、3つのお話をさせていただきました。で、私ね、これ買った時から、中古で12万キロも走ってる車を買ってるので、いろんなとこはちょっとこう傷んでるっていうか、それを傷んでるほども言ってないんですけど、やっぱり経年劣化をしてるので、それをきれいにしたいなっていうのが一つ。それともう一つは、メッキが嫌いなんですよ。車の光も。それを、車をきれいにしたりとか、そのメッキの部分を黒く塗ったりっていうのをしてます。で、これがね、ぼちぼちやってるので、1年半経ってもまだ仕上がっていないという状況なんですけども、これからもこの車をどんどんこうきれいにしていって、新車にするぞぐらいの勢いでやっていきたいと思いますので、またこの続きもですね、チャンネル登録をしてご覧いただければと思います。で、チャンネル登録していただいている方はですね、今年も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日はこのようなお話に最後までお付き合いいただき、どうもありがとうございました。